こんにちは。今日はですね、なんと以前石付きの盆栽を作った動画があります。はい、イギリスの、ロンドンからこの石を送っていただいて、それに心拍をつけた動画があるんですけど、今回この3つを持ってきていただきました。直接。はい。はい。です。作者。はい。これ作者、トムね。Hello. Buzz Bonsai Coat. Okay. Bonsai Coat. Yeah. Bonsai Coat. Bonsai Coat. チーム？ Yeah. Yeah. 彼がいつもこういう石を作っていて、今回日本に来るということで直接持ってきてくれました。はい。で今回はですね、この中の1個を使って石付きを作っていきたいと思いますので、はい、まさにこの自然の景を出せるかをちょっとやってみたいなというふうに思ってます。はい。はい、お願いします。お願いします。はい。まず石のどれを使っていくかっていう話なんですけど、動き的には僕これがいいなと思いましたので、はい、これを結論としては使っていきます。こうちょっとねじるような感じで作っていてこの間に空洞があります。でまたポケットが彼の石には多いので土は結構入りますので、はい、で実際この状態で結構空洞というか隙間が空いてるだろうなって思う方いらっしゃると思うんですけど、意外とつけたら結構締まるんですよね。土が入って苔が入ると結構いい感じになるので、まあ楽しみな石です。でまたこれはね Q さんにプレゼントってことだったんで、やっぱりそうだったんですか。はい。英語だったから。そう。穴開けたいですね。これね穴開ければドリルで緩い回転で水をやって穴開ければ開くよって言ってたので、はい。これも石付き使える。平石ですね。はい、でこれは将来木村さんに作ってもらいたいってこれそうなんだ。ここ置いといていいのじゃあ。一旦は置いときます。ということで、はい、彼も木村さんの石付きに感化されて作ってるみたいなので、ということでじゃあ今日はこれを使っていきます。はい。はい、まあ最初に針金をつけます。針金。はい。でまずこの石なんですけど、はい、正面はちょっと迷ってますと、一番この背中というか高いところの背中、ここにポケットがあるので、はい、まあこっちかなとは思ってるんですけど、ただ若干この辺がお腹が出てるというか、こっちのがくぼみはいいんですよね。こういう風にけどこの部分が背中っぽく見え、頭が芯に見えちゃってるから、であればちょっとこの辺の斜めの端から見るような感じで作っていきたいなとは思いますね。なるほど。ちょっとここだと真横だとこの辺がボッて出ちゃうので、この辺から作ってこう流すっていう感じが理想かなというふうに思うので、穴も見えていいですね。そう、ここが見えるじゃないですか。なので、まあ、ここをちょっと使っていきたいなと思ってます。でただここに入るものを見つけなきゃいけないので、そこが結構あるかなって感じなので、ちょっと今それを見てきます。あ、でもここ先つけちゃおうか。針金ね。はい。じゃあここに針金をつけていきますので、ここにまず針金をつけていきます。同じこと言ってる。でまずここでしょ、はい、この辺にもあった方がいいかな一応ね。ちょっとこの辺どうするか、もう苔だけにしてもかっこいいかなと思ったけど、道を作るみたいなね。でここはあった方がいいね多分ね。ただここは多分ね草っぽい感じだと、はい、メインはもうワンパートで心拍ダーンっていうやつで、ここはちょびちょびっとあるぐらいかなとは思うんです。でここに草また、だからもう実際ここだけでもいいかもしれないね。そうね。でもここも止めた方がいいから一応やっとこう。難しいですね。そこでも高い位置だから、木だとしても何なんだって感じですもんね。そうね。でしかもこっちより高くなっちゃう可能性があるので、背の低いやつをやらないといけないんで、そこかな。ちょっと長めにしておきますね。はい、これぐらいか。こう不安定かもね。石自体もね。まあこっちに土がいっぱい来るから、まだ大丈夫な気がするけど。こんな感じか。
ちゃう。クイックベンダー。クイックベンダーですね。これ本当に早いんですよ。乾くのが。そう。だから5分タイプってやつ買っちゃったから。ほら5分型。本当だ。いつもはあれ前のはね多分ね結構長い30分とかそういうやつだと本当に5分で交換始まるから30分もすればガチガチになっちゃう感じ。じゃあ混ぜます。You know this? Yeah, epoxy. Yeah. 2-part. Yeah. So you can use this to make repair as well. If there's a crack or chip, you can use that to repair. Very strong. Very strong. 今度そのペラペラじゃないですか。ペラペラじゃないですか。単語しか言ってないですよ。ベリーストロングしか言ってない。聞けてる。イエーイ。聞けてるじゃん。あれぐらいはね。何言ってるか分かんないもん全然。木はもう決まってるんですか？木はね何個か置く想定でいたんですよ、だから統一感がないといけないんです石突きって、木に。だからこの間お祭りでおびさんが売ってたじゃないですか。ぐにゃぐにゃのやつ。だからあれね3日目まで残ってたんです全然、売れてなくて。ありました。意外と売れないねって。そうだからもう僕買っちゃったんですよあれ。余れよ。だからあれを何個かポンポンポンって置こうかなと思ったんですけど、多分ね1個がいいと思うんです心拍、しかもパンとした県外だからだよねきっとつけるの。そうだからあれどの木でもあれでもあれ県外にも作れたんですよ。そうできました。じゃあこれで大体30分ぐらいかな置きます。その間に木を選んでいきますので、行きましょう。これはもう使い物にならなくなっちゃいます。どれにつけたらいいかな。これいいね。ちゃんとあれもあるし曲あってね、でも石が強いから、ポンポンポンってやるんじゃなくて1個だけだったらその1個が多分強くないとダメなんです。なるほど。これとか入ればかっこいいっすよね多分。当たっちゃいそうな気もするけどね。確かに。候補だよね。じゃあ候補何個か集めてみます。はい。おびさんのでもね何個か見て。これとか作れるかなと思ったんだけど流れ逆だったこれ天神しちゃえばいいんですよ。で頭にしてそしたらすごくかっこよくなるかなと思ったけど逆だね。逆だった。こういう風にやります。この迫力に勝てなきゃいけないんですよね。勝つでも完全に勝つ必要はなくてやっぱメインとなるそのアイコンにならないといけないぐらい強い木じゃないといけないのでやっぱシャリが効いてた方がいいかなと。シャリか動きで勝負しないといけないんですけど、今の候補だと一番しっくりきてるのはこれ、統一性があってもうすぐにつけられそうだなっていうイメージ。ちょっとでも差し枝が結局弱いんですよね。そうね。なので頭をまたちょっと違うように作らないといけないんですけど、これは1個あるかなと。今度はこれちょっとでかいかね。全体のスケール感からするとおかしいんだよね本来は。山と見た時にはでかすぎるとおかしくなっちゃうからこれは除外かな。そうするとこれも除外だね。でかい。これもそんなでもでかいか。長いねここはね。これを展示しようと思ったんですよ。でここだけで作ったら綺麗かなと思ったんですけどちょっと長いよねおそらく。その全体のこの葉っぱの位置と石がちょっと離れすぎちゃって目線が散らばっちゃうような気がするからこれは違う。
でもこういう木ってどうするかっていう時にこれを全部使う必要はなくて、こう展示にしてここだけで作るっていうのもあるんだよっていうのは覚えておくといいかもしれない、素材選びの時に。あとはこれかな。これも上を陣にする。陣にしようかなと思ったんだけど、これはやりやすいかもしれないね。この連点もいいけどちょっと寂しいよね。ちょっと1年とか2年とか作っていかないといけない気になっちゃうから、まあこれかやっぱりな。これはこれでね、差し枝がちょっとそうですね。いいんじゃないかって。ただ県外だからそこはそこまでそんなに気にならないとは思いますけど、頭をちょっとやっぱりある程度こっちに寄せてあげればそれで良くなると思うんで、まあ頭寄せてここが強調される。そうなんでじゃあこれをやっていこうか。はい、じゃあ種木が決まりました。今度は服なんですけど、一応想定されるようなのを持ってきてて、姫紅鳥木、でこれここかな。そこ、これだったらバリカンじゃないけどもこう長くなったとこを追い込んでいけばちっちゃく作れるんですよ。でお花が咲くから、まあ、季節感も出るし、小葉なので、その山の景色をスケール感も出る。そう出ると。これでも高いところにある木なんですか？いやそこまで高くはないんです。でただ、まあ、実際その全体のスケール感を見た時に、高くあって葉っぱがちっちゃいってあんまりないんですよね。だからそういう面で見るとよりその情景を出しやすいようなんだと、まあ、これかなって。本来筋早乙女とかのを入れると思うんですけど、うちないので、だったらこういうねお花が咲いて、でまあ木自体も強いのでいいかなと思ってこれにしてみます。で下なんですけど単調草でっかいのがあったんで、これポキッと追っかいてここに置いてあげればいいかなと。で今ちょっと葉っぱでかいですけど葉っぱちっちゃく切っていけば、どんどん締まったいい木になってくるので、ここら辺に単調草を置いたこの3つのパートで構成していければなと思います。わかりました。じゃあこの心拍を作っていきます。この木の特徴としてはこの白い陣ですね。でシャリと、非常に長い時間鉢で作られた木です。で実際にこの作った人を知ってるんですけど、長い年月かけて作って商品のまま作ってった人なので、木がすごく硬いんですよね。古いんだ。じゃあそう人間が作ってるけどもこんだけ根っこも回ってるから栄養が順風満帆だったかっていうとそうではない木から、なので非常にもうシャリとかジンも硬くなってるし、逆にこの枝も硬いんですよね。本当に栄養がいっぱい行き届いてる木って枝自体がもう柔らかいんですね、結構。でもこの木は目摘みを常にやってたからこの大きさのままだし、この幹が太るように枝も太っていった状態なので、まあ、枝が結構硬めですね。じゃあこれまず針金外そう。で全体の構成としてはまずこの枝が差し枝、いわゆる一番流れを出す枝ですね。でここが頭になるんですけど、今のこの木だと差し枝よりも頭が外に入れちゃってるんですよ。なので流れが分かりにくい状態になってます。なのでもう少しこれを中央に寄せてあげないといけない。けど実際全体の羽張りが大きすぎるので、これを落としてちっちゃい枝をこの辺に持ってきて作るっていうイメージですね。なので太いこの辺のやつはもう使わない、取っちゃうんで。でまた裏枝に関しては、石の形状的に当たらなければ使う、で当たるようだったら切るっていう感じなので、一旦これも針金かけます、で残しておきますけど、使わなかったら切っちゃうって感じですね。シャリは一旦このまま拡張せずにこのままいきたいと思います。針金掛けの前に剪定をしますね。剪定。ここの枝をギュッとこっちに持ってくるんです。ギュッと持ってくるんだけど、ここの強いところを取ってあげて、
この弱いやつを先端に来るように作っていこうかなと。下げて。そうそうそう、そうすれば短くなるんですよね、だいぶ。こっちでいいか、ここでいいや、ここ。はい。で、ここをこうやって外に出してあげる感じね。そしたら短くなるんで、でまたちょっと下向きの枝とかね、そういうのも取っていきます。少しもしながら。そうですね。針金かけやすく、枝と枝の間に入ってる細かいやつとか取ってあげると針金も通りやすくなるんで、強いのとかね。これで今ここにあったんですけど、これを下げて使うというよりかはこれ抜いてあげて、ここで棚作ってあげた方が綺麗に早く作れるんで。ちょっと薄すぎるよ頭を寄せて。はい。大体あらかた基準となる針金かけました。はい。さっきよりかは頭の方がこっちに寝てると思います。で、差し枝が出てるかなと思うんですけど、実際にはこの細かい針金まだかけてません。ので、下にこうやって下げて頭を作って、差し枝をもう少し強調してあげて、で裏枝を作るっていう感じでこの後やっていきたいと思いますので、はい。じゃあ細かいやっていきます。見ました。はい。すっきりして。こっちのが前に出て、こっちのがちょっとテイクバックして、テイクバックして、この裏枝ですね。はい。ここはちょっと豪華に見せるために作ってるだけなんですけど、本来で言うと本当はいらない枝かなと思います。これがない方がスッキリすると思うんですけど、ちょっと大きいような気もしますね。なんでまあ石につけた具合でやっていきたいなというふうに思ってますんで、はい、こんな感じでできました。はい、じゃあランチタイム。ランチしましょう。はい。はい。ということで、ごちそうさまでした。じゃあ早速つけていきましょう。はい、完全に硬化しましたので、がっちりとついております。じゃあ一旦心拍の土を落としていきましょう。わりかし鉢がちっちゃいので、そんな土の量はないと思うんですけど、上からですね、土を落としていきましょう。この後の時期ですけども、非常に厚くなってきますので、まあ石付きだと結構根っこを下まで這わせられることができるので、ちょっと長めに残しておくといいかもしれないですね。とは言ってもね、絶対落とさないといけないところが出てくるので、そういったところは落としますけど、なるべく切らずに、切らないでできたら理想ですね。非常に足元に岩の突起とかがあって、自由利かない可能性があるんで、なるべくこの段階で多くの土は取っちゃいたいなとは思ってます。ただやっぱ太い根っこがあるとどうしてもその辺切れなかったりとかもするから、また状況に合わせて変えていく必要はありますけど。これだね、やっぱりね。まあちょっと伸びるような感じかな。せっかくだったらここ出してあげたいけど、ちょっとこの間にはさすがに入んないから、この上に毛と土置いてってこういう感じになるかな。土が、なるべくこういうのって岩肌出してあげた方がかっこいいんですけど、ちょっと厳しい。
できる限りちょっと低くはしたいんで、下の方ちょっと削ってみますけど、この程度にしといて、ちょっと土を高く植えたいと思います。で、土用意しておきました。で、これをですね、中の方に敷き詰める感じですね。この段階でしっかり隙間とかに入れてあげた方がいいですね。結局ここでしか根っこは生きないので、なるべくこのポケットには土は入れてあげた方が、結局何回も植え替えっていうのはやっていかないスタイルなので、木の健康を保つためにも土はなるべく多い方がいいです。ただその見た目的な話でやっぱり少ない方がかっこよく見えるんですよ、どうしても。そこはバランスを取りながら、一番大事なのは木が枯れないことなので、ただそうするにしてもちょっと土が少なく見えるように作ってあげる方がいいです。見えないところに土を。そうだからこれなんか非常にポケットがでかいので、すごく使いやすい鉢だと思います。一旦ここら辺でここに高さをつけたいので、こういうところに取り持ってあげよう。形かな。今ちょっと土の重みがこっち来ちゃってるから倒れちゃう。いっちゃうけど、まあ、こっちにも盛るんで、じゃあ主木がついて、はい、ここから一旦じゃあ心拍の周りの根っこだけを隠してあげます。で今度はこちらですね。こっち。はい。ここはですね、非常に面白くて下まで抜けてるんですよ。なのでここに全体に乗っけてあげても面白いかなと思います。ただこの岩肌を出したいんで、岩ですよっていう感じで出してあげたいから、この下に今度は毛糸を入れていく感じですね。そしてこっちから見えますか。間に土が入るんですよ、ここに。こうやってそこに入れていく。でこっち方面に土が入れば落ち着くと思うんだけど、重量バランス的に好調ぎですね。これもうちょっと開けようか。はい、こんな感じかな。これがちょっと高いから、ちょっとちっちゃくしてあげれば、アクセントではちょうどいいと思います。で、次こっちから。単調層ね。単調層。この親株がちょっとでっかいのがここにあるんで、ここを書いて。書くって多めですか？埼玉弁。埼玉弁。この時点でちょっと大きい葉っぱ取っちゃいましょう。そうするとちっちゃく出てきますので。丸刈りでも大丈夫ですよ。丸刈りでも全然大丈夫です。また出てきます。ちょうどね、6月に展示会あるところとかは、今のうち取っとけばちっちゃく使えますので、下草としてどんどん増えていくって、こういうふうにちっちゃくね切っていけば増やすこともできるので、非常に単調層って使い勝手がいいです。花はちょっともう終わっちゃったかもしれないですけどね。でかいか。でかい気もするね。ちょっとでかい。こっちか。いいね。じゃあここに土を入れてますね。これはあれですよね。石は偽物だけど、普通の石も同じですよね。同じですね、全く。こういう龍岩石とかですよね、こういうの形は。そう、普通はそうなんですけど、これを人工で作るっていうのが、ね、木村さんもずっとやってるし、結局その石付きのデメリットって重いっていうことなんですよね。なのでやっぱり石は石の味はもちろんね大事なんだけども、
こう手軽に作れるっていう面では非常にこういうのも大事だし、しかもその高いお金を出さなくて作れるっていうのは非常にその木村さんもよく言ってることですけど、大事な要素だなと思うんで、挿し木で作ったやつで自分でこう石を作っていくと、そしたらそんな原価かからないじゃないですか。要は高い木を買わなくてもね、石買うっつったって石も高いですから、自分の想像する形の石を見つけるのも大変ですよね。それを自分で作っていけるっていうのはこの石付きの楽しさです。ただ一個その単調層これ毛取で持つかっていうのがありますね。結構水が大好きな木なんですよ。でもたまるんじゃなくてそこは水がそうですね、一番下に来るから、そこの辺は大丈夫だと思うんだけど、日陰になりそうだしね。そう、ただとは言ってもね、水はたっぷりあげたい品種なんで、こうやって下までやりすぎでもつなげた方がいいっていうよね、水の持ちが。そうですね。これがいいじゃないですか、これがね、これを出したいよね。ここにもやる？やりすぎか。ちょっと多いや。ちょっとならいいけど。ちょっとなんだよね。ちっちゃくしてやるか。力でしょ。いいんじゃない？そんぐらいちょっと。ちょっとね。ちょっとね。分かれるよ、こうやって。もっとちょっと。これはここまで下まで繋がってるから大丈夫、これで大丈夫だと。でもいいやん。いい？ここいる？うるさいんじゃない？うるせえか。一回ちょっと焦げつけようね。はい。じゃあ焦げはっていきます。はい。でちょっと黄色くなってるやつもこうやって表面削れば緑に戻りますので、はい。この角なんですよね、問題ね。角がね、結局剥がれやすいんですよ。だからそういうところは若干大判にしてあげると外れにくいです。こういう部分。そう、ここをねちっちゃくしちゃうと外れやすくなっちゃうんで、こういうところはねわりかし大きいやつにしてあげるといいです。はい、今ざっとこんな感じで作ってみました。やっぱりね、ここののぺっと感がすごいんですよ。ちょっと平面というか。そうそう、だからここに、多肉をつけたいと思うんで、はい、今ちょっと取ってきます。大量にある。メレンゲ？何これ？そう。メレンゲとまた違うんだよ。メレンゲと。一旦この辺にいっとく。のぺっとかはまだ。味つきました。ちょっとアクセントというかね。アクセントね、あるだけでね違うと思うんですけど。で、こちらも剪定していきましょう。全体のボリュームを下げていきますね。あくまで心拍が一番高いメインっていう風に意識を持っていくために、こちらは控えめにしてあげる。ということで剪定してます。
完成。はい、完成しました。お疲れ様です。はい、心拍の石付きということで、実際にはね、この動きを出すために針金掛けをして、こういう点々とこの配置をして全体の景色を出したっていう作業になりましたけども、どうですか？どうですか？Yeah, today we came to make some rock plantings, and Cantor's impressed us all about how much work he's done in a day. In 4 hours, we have this amazing, beautiful, amazing. Thank you very much. Thank you. Very impressive. ありがとうございま We're す。 blown away. この石を大前提として、それぞれの配置にしていったわけですけども、自然を想像できるような形になったんじゃないかなと思ってます。でわざわざこうね、イギリスから重い荷物で持ってきてくれて形になったので良かったかなと思っております。ポイントはですね、違和感を出したかったんです。土と木の根っこのバランスから言うと、やっぱり土の量はある程度確保しないといけないんですね。じゃあ全体に隠しちゃうとこの岩の感情は出ないし、けど少なすぎると今度木のために良くないしっていうバランスで、こう岩肌を出しながらも続けるところは土をつなげていって、隠しながら裏に持ってったりとか、育成を考えられた石だなというふうに思いますので、非常に完成度としてはよくできたかなと思ってます。はい、こういうところがちゃんと生かされてる感じが。でさっき完成前の写真を見ていただくと、非常にその石自体がゴツゴツしていて、中がスケスケだったと思うんですけど、実際にこの土を入れていくと非常にその締まった印象というか、むしろ元の姿があんまり想像できないような統一感が出てるので、非常にこの石結構使い勝手がいいかなと思います。はい、穴がね効いてますね。ここがいいね、見えるのがね、はい、いいかなこれ。A little cave feature. Cave. ケーブね。Cave feature, yeah. 想像できる盆栽って非常に面白いですよね。やっぱり盆栽ってこの鉢の中だけじゃなくて石にこうやってつけてより自然の状況を作ることができるので、遊びの世界としてこういうのは面白いかなと思ってます。じゃあちょっと見てみますか。前作ったやつ？そうそうそう。こっちのが Is this the front? でかいね、やっぱね。Beautiful. もう元気になったね。元気になったよね、だいぶね。Incredible. 野生味すごいね、なんか。ちょっとこの辺草生えちゃってるね、あれなんですけど、心拍もこんもりしてきました。でこれシンジさん、this tree is from Shinji. From Shinji Suzuki. Yeah, I thought so. Amazing, incredible. The dead wood on these trees is stunning, and the placement is just perfect. いい感じだ。The way the dead wood comes out and the trees flow through the rock. It's insane. Amazing work. Well done. 育成にもそうすごく元気になるね。なんでかっていうと、結局この水はけがいいのと、あとはこう下までつながってるんで、この水がだんだん上から下に落ちていくんですよね。なのでそういう面でもいいですし、まだ保湿もされるんです。これ意外とその石がセメントだから意外と水を吸収しているんで、石よりかは、石って単純に弾いちゃうんですけど、これ意外と水持ちがいいので、すごく育成もやりやすい石かなと思います。ということで、今日はイギリスから来た石付き第2弾ということで作ってみました。こんだけ小さい中でも自然の景色が作れたかなというふうに思っておりますので、ぜひ楽しいので皆様も石付き楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、この動画いいなと思いましたらチャンネル登録と高評価お願いいたします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. Bye bye. 猫さ、地震かと思った。猫いた、あそこに。びっくりした。I think earthquake. Earthquake. You know? Earthquake. Ice cream. No. アイスクリーム。I'll go for ice cream. Earthquake. Earthquake. Yes. Earthquake. Oh, just now. No. I think. But cat. I was like, scared me for a second. Shit, there's gonna be an earthquake. アイスクリームね。Delightful pot.
まだまだですね僕の英語。あそこ広田イングリッシュは。